大事なものをもちろんその人に返せれば一番いいけれども、たとえそうじゃなくても次の誰かに自分がそれを返せればそれが恩返し。若村真由美、中台達也主催の俳優養成所無名塾9期生。ピアノの横に置いていたブロンズ像がある。それはカミーユ・クローデルが作ったワルツだと。ワルツ？連続テレビ小説のヒロインとしてデビューし、多くのドラマ、映画、舞台でさまざまな役を演じる一方、日本の伝統文化や古典文学を深く愛し、日本舞踊や原典による平家物語、源氏物語、古事記などの上演に取り組んでいる。年を重ねれば重ねるほどその時に戻っていく大事なことってあの時に刻まれたなっていうふうに思うんですよね。無名塾ゆかりの地である石川県七尾市の能登演劇堂にて若村真由美さんにお話を伺いました。深い雪に閉ざされた能登半島を一路七尾市へ。能登演劇堂の舞台の上にその人は佇んでいました。一本杉通り商店街の老舗鳥居醤油店。明治時代に建設され登録有形文化財となった鳥居醤油店は令和6年の能登半島地震によって諸見蔵と工事室が倒壊し、その長い醤油作りの歴史に終止符を打とうとしていました。しかし大切な蔵の味であるもろみと麹菌の住むもろみ桶が奇跡的に被害を免れていたのです。伝統の醤油作りを再開した
鳥居醤油店。そこにはこの一本杉通り商店街と七尾の町をふるさとのように見守り続ける、そんな若村さんの姿がありました。クラウドファンディングによって再建された鳥居醤油店の新しい工事室。熱をこれ以上持たないように調整しながら、それにってことですよね。そうです。金って熱持つから、でそれを混ぜることに三代目当主の鳥居雅子さんは当時の様子をこう振り返ります。で1日に地震だったんで、10月の9日かな、8日ぐらいにもう直してもらって醤油麹を作り始めました。その年10ヶ月後。はい。でまみさんのクラウハンでメッセージくださったりして、本当にびっくりする。4日目でも達成したのかな。あ、そう早かったですよね。ね、やっぱりそれはね、鳥居醤油のファンの人がもともとファンが多いから、どうなったかしらってみんな心配してたと思う。うちはもう本当にずっとマクベスの時からずっと鳥居さんとこの醤油を使っているから。よく奇跡のもろみが残ってくれていたからよかった。そういうのを作ってるからまゆみさんとも出会えたり、醤油屋じゃなかったら出会えなかったと私は思ってるので、何より何したらいいってお電話くださった時すっごい嬉しかった。でも私はね、あの時に来てって言ってくださったのが嬉しかったですよ。まあ、行きたい気持ちは山々なれど、なんか行っちゃいけないんじゃないかとかいろいろあったんで、みんな元気いただけるから来てって言ってもらったことが何よりも嬉しかった。あの時はやっぱりなんか絶望しかなかったですもんね。でもおかげでなんかね、人のありがたみが、感謝が尽きない、地震から感謝が尽きない日々を送っている。半分6段まで。ですかね。ちょっと、はい。生まれて初めて飲んだ生醤油。生醤油すごい。今回のその能登での取り組みだとか、長期にわたってものすごくなんだろう、人に託さないでご自身で本当に細かいことまでこう取り組むじゃないですか、継続するじゃないですか。番組一つ撮ってみてもご自分の役どころっていうのがあって、それをずっと例えば何十年かもずっと続けてこられるとか、あるいは今回のそういう能登の震災の後の取り組みっていうのももう本当にコツ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 ここの震災で被災された方々との関係性だとか、自分でできることはないけどなんかね、分かんないですけど、それが別に役に結びついてるとは思わないんですけど、ご自分自身ずっといろんななんかね耕してるように見えるんですよ。ほう、なんか来た時に「はいはい」っていけるようにご自分の中にいくつも引き出しがあるんだけど、なんか耕してずっと耕してるなっていう、なんかすごいそのイメージがあるんですけど。私耕してるっていう言葉初めて聞いたけど、すごく嬉しいのは、子供の頃お百姓さんになりたかった。ああ、そうですか。自給自足の暮らしをするのが夢でした、小学生ぐらいの時に。羨ましいですよね。でも自分の中ではそういうものづくりをする仕事をしたいってちっちゃい頃から思っていて、農家みたいなところで、私少し小学校の頃山村留学というのをさせていただいているので、
ホームステイして、農作業とかさせていただいた経験がものすごく自分の中の、大切な基盤になってる人としてのてか、子供の頃にできたなんか大きな大事なものっていうのが、その時にその大自然の中で四季を通じて体験したものが自分のなんか奥底の中にしっかりとなんか根付いている感覚があるんですね。だからその頃からずっとものづくりをしたいって思ってて。その山村留学っていうのはどこにどのぐらいの期間だったんですか？長野県の八坂村というところが当時は村だったんですけど、今は合併して大町市、大町ですね。そこに小学校の5、6年生の時に親元を離れて住民票も移して村立の小学校、私は八坂村立第一小学校の卒業生で、農家のおじさんとおばさん、お父さんお母さんっていう呼ばせてもらって、本当にもうまさになんていうんですか、その農家の子供みたいな感じで過ごして、いや多感な時期だから結構その経験ってその後の何十年もの人生の間に結構影響すごくありますね。ありますよね。自分の中のなんかなんだろう、指針になってるっていうか、明治から続く高沢ろうそく店、登録有形文化財であるこの建物も地震被害で全壊判定となりました。被害に遭った柱や梁などを修理し、構造補強を加えながら復元を進めています。この天井の部分も昔のもので、こっちの柱も昔のままです。残すで、梁もこの梁もこれ本当にすごい大きな太い梁ですよね。これ何年夏に来た時に大好きな玄関の風情とか、もう本当に屋根瓦が地面に打ち付けられてる状態だったのを見た時はもう本当にもう絶句というか、もうどうしようって思って、看板もねあの時ひどくそうなってたし、私はもう本当に信じられないです。こういう風にもう一回元に戻そうって思われたっていうのがすごいなと思って。そうですね。でも地域の人にとってはそこにあるものが自然というふうに皆さんおっしゃってくれるので、でも改めて新しい建物を建てるよりはやっぱりもう一回同じ建物を、修復して直すところが一番、地域にとっても自分たちにとってもいいことだなというふうに、大切なことだなというふうに思います。そこの玄関入って、この辺ろうそくが置いてあったところですよね。この辺りね。そうですね。ろうそくのいっぱいいろんな可愛い絵柄のやつが置いてあって、この辺も在りし日の店の景色に思いを馳せ、目頭を熱くする真由美さん。これほど強く彼女を突き動かす能登復興への原動力とは何なのでしょうか。年を重ねれば重ねるほどその時に戻っていく感じ、価値観がその時のことをなんか蘇ってくるっていうか、大事なことってあの時に刻まれたなっていうふうに思うんですよね。その中で何か一つ挙げるとすると、例えば一番はやっぱり体験するっていうことだと思うんですけど、山の暮らしを体験したっ
っていうこととか、うんあとその時の村の人たちにすごくよくしていただいて、でそこを卒業する時に、小学校卒業する時にその山村留学をやってくださった先生が、小学校じゃなくて山村留学をやってくださった先生が、君たちはこの村の人たちにたくさんの恩を受けて、いつか恩返ししてほしい。でもそれは恩返し、それはその人たちに返さなくてもいいんだ。君たちが今回この1年間2年間培った大事なものを、もちろんその人に返せれば一番いいけれども、たとえそうじゃなくても次の誰かに自分がそれを返せれば、それが恩返しなんだっていうのを聞いた時に小学校6年生ですごくびっくりして、いや恩返しは鶴の恩返しもそうだけどその人に返すものだって思ってたので、そうなんだ、その人じゃなくても恩返しってそれでいいんだって思って、それはすごく衝撃だったです。幼少期の頃に幼少期じゃなくてもその小学校高学年の時に聞いたら、それ結構ショックですよね。覚えてますよね。覚えてますね。いや鶴の恩返しは余兵さんに恩返ししたよねと思ってそうです。でもなんかその時にびっくりしたのと、同時にそれはできるかもって思ったんですね。村の人たちにその人にって思うと、これから私は東京にも帰ってしまうし、自分がどういうふうにこれから中学生になって高校生になってどんな恩返しができるかわからないってちょっと途方に暮れたところもあったんですけど、万が一その人にお返しできなかったとしても、誰かにすればいいのかっていうのがすごくすごいなと思って、それならいつか私もできるかもって思って。寒いけどはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この一本杉通りの皆さんにとって若村さんというのはどういう存在ですか？本当に私たちのことをこんなに思ってくださってる人がいるんだって、なんか元気のもとになりました。子供心に刻まれた山村での暮らし、大切な思い出をくれた人々にいつか恩返しをしたい。真由美さんの思いは時を超え、この七尾の人々のもとに返されたのです。